都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。いや今日もね筐体が置いてあるんですけども、オトワスはゲームセンターで初めてプレイしたゲームって覚えてる？ぼんやりと覚えてる最初の記憶は、2個銃があって2個銃があって2人で遊べて2人で遊べるゾンビを倒すゲーム。多分ハウス・オブ・ザ・デッド。おお、有名ですか？セガが出したガンシューティングの金字塔ですね。ちなみにマスターのデビューの作品は何ですか？ゲームセンターデビュー。ゲームセンターかどうかわかんないんですけど、自分らの世代ってもうそこかしこにゲーム筐体があったんですよ。親とねこう買い物に行った時に、邪魔だからゲームでもやってるっつってお小遣いもらって、そのねQサウンドっていうこの音がすごいでかい筐体があって、そこにねストリートファイター2多分ダッシュが入ってて、でスト2ダッシュってデモ画面で音が鳴るんだけど、ゾウがうるせえんだ。パオンパオン一緒に鳴いてんの。それがすごい記憶にありますね。かわいい。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。こんにちは。どうも。こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週は独特な個性を持つキャラクターによるスピーディーなバトルが人気で、1997年の稼働開始以来今もなおプレイされ続けているヴァンパイアセイバーを特集します。1人目のお客様は初めてのご来店となる高橋選手。関西を代表するガロン使いで闘撃2004でベスト8に進出。巧みな駆け引きと要所を抑える戦略が特徴のトッププレイヤーです。もう一人のお客様も初めてのご来店となる中西選手。多くの格闘ゲームタイトルに精通し、数々の大会で活躍。トップクラスの毘沙門使いとして有名な強豪プレイヤーです。まずは、このヴァンパイアセーバーとの出会いについてから、聞いていきたいですね。僕はこのゲームの出会いなんですけれども、学生の頃にゲームセンター、家から5分のところにありまして、それはまずいですね。はい、もうこれは非常に学業の妨げとなるで、友人もやっぱりねそこにみんなで一緒に通いつっている時に新しく出たゲームがこのヴァンパイアセーバーだったんですね。ゲームセンターでグループ60人ぐらいのこのグループでもう学生社会人も混じり合ってみんなで遊んでましたんで、もうそこで新しいゲーム出てみんなでそこで遊んでたっていうのがこのゲームとの最初の出会いですね。僕はもともとカプコン VS-SNK2 っていう、ゲームがあってですね、それが出たのが2001年ですかね。僕はその時高校生もう18歳かなだったんで、そこからいろいろ遊んでいて、では昔のゲーム「ストリートファイター 2X」だとか「ヴァンパイアセーバー」ってどんなゲームなのかっていうのをちょっと興味を持って、触っていたところ、多分おそらく高橋さんのそのコミュニティの中でもともと知り合いの方がいたんですよ。ヴァンパイアセーバーやってみないっていう話になって、で始めたところですね。でそしたらもうこんな10年選手10年以上の選手になっちゃったみたいなところになります。そして今もプレイを続けているヴァンパイアセイバーの魅力について伺っていきたいと思います。この「ヴァンパイアセーバー」っていうゲームがとにかく自由度が高くてですね、いろんなキャラクター、もちろん強いキャラクター弱いキャラクターいるんですけど、弱いキャラクターでもシステムが強いんで戦えちゃうんですよね。で同じキャラクター使ってもみんな動きが違うので、動きのパターンがものすごく多くて、いまだにまだ突き詰められていないところであったりとか、あとはそのスピードの速さですね。すごく爽快感がある、この2点がすごく大きいかなと思ってますね。グラフィック面でいうと、なんか全然色あせない古めかしくないなっていうのと、ドット絵なんですけども、そのアニメーション、絵の枚数がめちゃめちゃ多いなっていうのと、例えば特定のキャラクターの必殺技のやられ状態だとか再現するためだけに絵を作ったりだとか、でその当時ロム基盤なんで、いろいろギリギリ突っ込んでるその職人性の高さとかってところも魅力的だなと思いますね。あとは何より動かしていてボタンを押すレバーを入れる入力するってのがもうダイレクトに体に反応されるんですよ。だからもう本当にもう自分が操縦してるぞっていうのがすごい伝わってる感が出ます。で20年以上経った今でも対戦会ですとか大会などすごいコミュニティが活発な印象もあります。このあたりいかがでしょうか？
やっぱりこう25年前のゲームになりますんで、やっぱコミュニティが結構熟成されてるというか、ある程度こう落ち着いているので、いろんな大会とかでもすごく協力的な方が多いんですよね。なるほど。コロナが始まる前はだいたい大会で100人規模とかで集まって大会が行われてまして、コロナになったからこそっていうことで先日も東京の方で10先勝負でねっていうのを8カードほど組んだものを配信で流すなどとか、そういった形での活動をしたりとか、あとは僕は関西なので関西での大きい大会とかを自分で主催をしたりとか、あとは毎週対戦会とかですね、大体毎週15人から20人ぐらいは少なくとも集まってみんなで対戦をしているというのが今のコミュニティの状況ですね。なるほど。はい、関東の方でも同じように対戦会だとか出してまして、平均的に 4,5 人以上は遊んでいただけるような状況になっています。あと、これは僕と高橋さんだけかもしれないですけれども、実は2人ともアメリカでヴァンパイアセイバーの大会に出ていまして、その中でやっぱり USA のそのプレイヤーだとかコミュニティだとかのその層の厚さっていうのをすごい感じたところですね。日本だけじゃなくて世界中で親しまれているゲームかなと思っております。なるほど。海外コミュニティは本当にすごくて、日本だけじゃなくて海外だともう遠征に行くってなるともう現地の人たちがもう集まって全部もうホテルから何から向こうで手配をしてくれるんですよ。招待してくれみたいな感じで、もちろん向こうの人は飲んだりするのが好きなので、もう部屋に着いたらいっぱいお酒あるみたいな状態なんですけどそしてじゃあ具体的になんですけど、そのヴァンパイアセーバーをこう特徴づけているシステムっていうのを今一度お聞きしたいんですけれども、どのあたりでしょうか？まずちょっと今のゲームとちょっと違い言うと、空中でガードをすると、もう地上の通常体が全部ガードできてしまうっていうちょっと特殊なシステムで、飛んでるとすごく強いっていうシステムと、あとはアドバンシングガードって言いまして、ちょっと特殊なシステムなんですけど、ガード中にボタンを3個から6個瞬間的に押すことで相手をちょっと押しやるっていうんですかね、反対側に、距離を空けることができるという。このシステムが強いがゆえにどのキャラでも戦えるっていう特徴なシステムかなと思いますね。インパクトダメージシステム来ましたね、インパクトダメージシステム。あとは、ラウンドがない、ストリートファイターでいうとその1本取られるとまた仕切り直してラウンド2、3ってなるじゃないですか、それがないんですよ。本当にイメージでいうと空手で1本取った、じゃあその場で立ってじゃあ2本目やろうかみたいな、溝落ちいてって言いながらゲームが始まります。でそこ自分はそのすごい深いレベルになるんですけど、その1本取られた後のその秒間でめちゃめちゃその凝縮されてるんですよ、そのセーバーの中に。逆に取った側は取り返さなきゃいけないというそのプランニングだとかっていうのがその数秒の間で考えないといけない、もう本当そうするとラウンドの間に何かこれ良くなかったなって振り返りのだとか休憩の時間ないんですよねヴァンパイアセーバーすぐさまなので99秒間もうきっちり計画を立ててやるっていうのと、全然シンプルじゃなくてサブシステム、その先ほど言ったアドバンシングガードとか、ガードキャンセルといったその手札がめちゃめちゃ多いんですよ。じゃあその手札をいかに使ってで相手もその手札をどれだけ持ってるかっていうのを認識した上で画面内でコミュニケーションを取るのがすごい楽しいっていうところです。本質の話です。本質ですね、これは。お二人長い間プレイされているということで、メインで使われているキャラクターはずっと同じキャラクターをセレクトして使われていますか？実は最初は何キャラかモリガンであったり、あとはサスカチだったり、ちょっと最初はそういう何キャラかを使ってたんですけども、一旦ちょっとセーバー少しだけちょっとやめたというか別のゲームを少し触ってる時期がありまして。でもう一回ちょっとヴァンパイアセーバーを触るとうまくキャラが動かないぞってなって、その時に初めてガロンっていうキャラクターに変更したんですね。ちょっと操作の難易度が低いかなというイメージだったんで、これがものすごく使いやすくてしっくりきて、そこからはもうずっともう20年ぐらいガロンを同じキャラでやってますね。僕の方は毘沙門というその鎧のキャラを使ってるんですけども、鎧です。もともと後から入った人間で、そのアドバイザーとかその先輩プレイヤーがいるんですが、毘沙門はやめておけって言われましたね。なんでかっていうと難しすぎると。要求されるその入力精度だとかが初心者には向いてないって話を言われて、僕はこのキャラクター使いたいですし、今から頑張るんだったらステップアップみたいな感じでやりたいですっていうので、いろいろやって先見た時からもうずっと使ってはいます。長いお付き合いのお二人だと思うのですが、初めて会った時のこと覚えてらっしゃいますか？もう初めてのこの瞬間っていうところまで覚えてないんですけど、中西君が毘沙門を始めて、それからすごい勢いで上手くなって、でゲームの大会とかもよく出るようになって、そこでゲームセンターの中で一緒に話すようになって、そこからゲームだけじゃなくて一緒にご飯食べに行ったりだとか、そういうところで、それでももう15年
とかぐらいですかね。長いですね。 10年渡ってるなっていう感じですね。もともと関西にいたので、そうなんですね。はい、最初はだから関西で一緒に会ったりとかもしてて、関東に僕が行く時も一緒に行ったらご飯食べに行こうみたいな感じで、ずっとそのゲームだけじゃなくて長いこと友達として付き合いさせてもらってますね。いや、いつもお土産ありがとうございます。今日も持ってきましたね。本当に仲いいんだろうなっていう。そうですね、正直言うといつの間にかゲーセンで喋ってたみたいな感じになってて、いつの間にかタイプね。多分どなたかの紹介はあったんじゃないかなと思うんですけども、そうですね、こうやってなんか一緒に遊ぶようになったりだとかってなってましてですね、人柄というとやはり物腰すごい柔らかいのと、本当に僕がいつもお土産ありがとうって言ってる通りめちゃめちゃ気配りができる方なんですよ。じゃあゲーマーとしてどうなのかっていうと、最終的にやってくることはお腹にないことを突き刺すような言うね。こうえげつないことをやってくるなみたいな。卑劣なプレイヤーなんですね。そう、悪い意味で言うとそうなんですけど、ただ良い意味で言うと最終的にここを狙えば勝つというその対極感を持っている方だと思ってます。すごい言い方一つなんだなっていうのが今分かりました。やっぱり先輩プレイヤーなんで、尊敬はしていますね。そろそろ筐体もあることですし、お二人の対戦が見たくなってきました。お願いしてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。3本接種制のエキシビションマッチ、高橋選手 VS 中西選手。それではここからはエキシビションマッチを見ていきたいと思います。はい、高橋対中西です。それではまず意気込みを聞いていきましょう。高橋選手お願いいたします。いい試合見せれるように頑張りますのでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。普段通り楽しませて真剣にやろうと思います。お願いします。お願いします。お願いします。ということでヴァンパイアセーバー今回レギュレーション3試合選手、めちゃくちゃ早く終わるゲームなんで長めに取らせていただきました。かわいい。 1P 側が、高橋ガロン、 2P 側が、中西毘沙門です、見ていきましょう。開幕からとんでもないスピード、とにかく速いゲーム、お互いに触り合っていく、そしてジャンプで逃げたりするのが非常に強いんですけれども、空中ガードが強いが、そこに空中ガードさせて地上技を当てるというテクニック。投げての高橋、もうすでに中西毘沙門の体力がかなり減ってきているぞ。1ストック目が危ない状況。しかしここはうまくアドバンシングガードをお互い使い合って上からかぶせていくのは高橋ガロン。ここはうまいぞ、ジャックキック。ビーストキャノンはここは空を切っています。お互いゲージ溜まってきてるが、ここで飛び込んでの投げ技、この投げも非常に強力なんですよね。投げ自体が打撃技と同時に出せるっていうところがあって、おっとこれは EX ダムオイスの戸首さらしを決めてダメージを与えましたが、状況的にはやはり高橋ガロンが優勢を保っていますね。ダッシュビーストキャノンはうまくアバがさあ近づいてくる高橋、ここはうまくずらしつつ、おっと絡め玉空を切るがしっかりとガードキャンセル、 ES 飛燕山で返してきます。画面下が強力な技が使える ES ゲージですね、スペシャルストックゲージ、これをお互い貯めている。状況的にはやはり高橋ガロンが優勢、まだストック2つ残していますが、ここでうまく下段の居合切りを使って、投げからのさらにこれはガードできないお肉ウイネリからさらに戸首さらし ES ゲージをふんだんに使っていきますが、踏み込んで投げる、体力差はほとんどありません。白ゲージを回復したいのは中西毘沙門、これは相打ちからダウン1どうなる、ダッシュ攻撃攻めるがアバがお互いにアバが画面足入れ替わる、空中戦おっとここでバックステップからの強キック、あれも実はジャンプ攻撃になっていて、しゃがみガードできない技がスピードで飛んでくるという。なるほど。早いです。ちょっとねしゃべるのが大変ですね。こんなに早いゲームなかなかありませんね。まず初戦見事に逆転ですよね。ストック高橋がの優勢な中から返していったのは中西毘沙門でした。この毘沙門ってキャラクターもやっぱりこのゲームの画面の下にあるこのスペシャルストックゲージ、強力な技が使えるゲージを貯めやすい上に貯めた後の技は超強力なんですよ。なんでじっくり戦いながらゲージを貯めていっていると。画面足に追い詰めて攻め込んでいく投げから奥攻めに持ち込んでいきますが、位置が入れ替わりました。今度は高橋のターンか、空中から位置が入れ替わる。うまくこのガロンというキャラクター速くてですね、ダッシュとか飛び込みでうまくまとわりついていってるんですけど、うまいぞ ES ビーストキャノン5回当てるととんでもないダメージだ。さあこれで真っ白になっているところをしっかりと投げで崩していきました。やはり今回ストックを先行したのはガーキャン対空ビーストキャノン、高橋いいペース、しかし投げてここは出ず置き攻め、チェーンコンボからまとわりつく動きですが、投げて戸首さらしゲージを1本払っていきました。
さあここから中西追いついていけるでしょうか。ゲージは3本溜まりました。ただ高橋もじっくりとその機会を伺っている。まずはビーストキャノン1つ ES めちゃくちゃ減っている。とんでもないダメージだ。これもね5回ちゃんと当てるの難しいんですけれども、機械からドリブル、ここは投げをジャンプするところに、自動2択になる前強パンチ。しかし攻め込んでいく。絡め玉から辻颯、そして置き攻め正面、さらに円枚氏ガードフォロー、そして置き攻め2択、しゃがみジャッキックからの絡め玉は一気にラッシュ、やはり溜めたゲージしっかり使っていきますね。中西毘沙門 2連勝です。このゲーム疲れますね。まずね、このね、ボタンを叩いてる音の量が尋常じゃないじゃないですか。ダラ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 音聞こえますからね。すごいピそれアノみたい。もそのはず、やっぱりその相手の攻撃をこうガードするタイミングでボタンをこうたくさん押すアドバンシングガード、でこれをしながらアドバンシングガードの最初のボタンを強い技弱攻撃にしておいて、もしアドバンシングガードが出なくても出た技から状況を確認してコンボを決めたりということをしてるんですよね。それはお互いにやっているという。さあこの辻颯、大きい攻め表、かなり厳しい攻めを展開していきます。序盤戦今回は中西毘沙門が優先に進めているか。高橋ガンとしてはここはちょっと追撃にはなりませんでしたが、うまくまとわりつきたい。 ES ゲージは2本、しかし投げている。さらに溜まったゲージをすぐさま戸隠さらしに使っていきます。アドマシンガード、状況は中西有利か。おっと嫌切りダウンを奪う。そして置き攻めを展開していきます。高橋はなんとか一命を取り留めた。 ES ゲージは2本、なんとかおっとうまく投げた。そして大きい攻めさらに投げる、投げ抜けしたところに、いやしかしすぐさまガードキャンセル、一発ガードキャンセル、非常に精度が高い。駒のも非常に速いものが必要ですが、きっちりと決めていきます。高橋としてはいっておいいぞ。この ES ビーストキャノン5発しっかり決めて攻める。ジャンプで逃げた。さあここ置き攻め、ここでダークホース自己強化の小金ミラー、ガードしてガードキャンセル返していきました。中西が非常に対応がいい。高橋としてはあとは詰めていきたいところですが、はい、この毘沙門のリージの長さなかなか触ることができません。ここも一旦距離を取る。ビーストキャノン後ろにいて、しかもクライムレーザー ES 追撃している。いや今のは素晴らしいアドリブ、取り付いていきたいが、やはり中西のガードが硬いか。お互いにゲージは2本3本溜まっていきそうな状況です。体力リーダーほとんどありません。うまく割り込んだ。これもアドバンシングガードを使いながら、おっと戸隠さらし置き攻め、すごいスピードで攻めていく。ガーキャンガードできている。しゃがみ中撃から ES ビーストキャノン5発しっかり、さらに ES ダウン位置まで、さらに上に行く。アドリブつながっていない。これはどういうか。体力は白ゲージを回復したいという、いやむしろ攻める中西。それに対して高橋が行ったところに ES ガードキャンセル。さあまとわりついていく。どうなる。中段横とした。そしてジャンプするところ ES クライムレーザー、どうだ。ガードしている。高橋はゲージがありません。中西は4本。この差がどう響くか。 ES 絡め玉空中ヒット、しっかり戸隠、見事勝利したのは中西毘沙門。戦う歌お二人のお話を伺っていきたいと思います。まずは見事勝利を果たした中西選手、いかがだったでしょうか。いや一瞬でも気を抜いたら本当にすぐやられるんで、はいもうめちゃめちゃ気を張ってやらせていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そして惜しくも敗れてしまった高橋選手、いかがだったでしょうか。いやー悔しかったですね。中西さん強かったっすわ。またちょっと今度リベンジさせてもらおうと思います。ぜひやりましょう。はい、ありがとうございました。初心者オトハスが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。ここからは格ゲーレッスンのコーナーです。今週は流星先生に来ていただきました。お願いします。お願いいたしよろしくお願まいします。 CPU レベル6の竜を相手にレッスンスタート。やっぱりやってくるな。飛び込んだ。そうなんだよな。まあそれでこんなあったらまあそうやばい。間合いを取ろうとするオトハスですが、相手に詰め寄られ防戦一方に。頑張れ。でも対戦中だとむずいとマ思うんで、ジできつい。しか一も立ち回状態でパイナッ。プル作戦でやりましょう。ここはす。一回パイナップルですか。はい大丈夫です。おジャンプバ多分急にやるの難しそうだからー。うえコンボやってる。完全に。ー。おい、いいよ。あ来た。うわ。おーいやちょっとパイナップル作戦、そうですね、飛び道具が。メリーズ。波動拳があるとこれちょっとやりにくくなるんですね。飛び道具を打ってくるんですよ、こいつ。第2ラウンドも前回学んだ作戦を出そうとするも、竜の巧みな攻撃の前にうまく技を繰り出せません。どうしようかな。やめろ。頼むから打ってください。いいところで打ってきますね、これ。前に歩いて寄ってくる行こうと思か。ったら
そう波動拳遠距離では打つか前歩きかしてくるから。竜の対空や波動拳の前に音羽はなすすべもなく体力差を残して負けてしまいます。いやパイナップル狩りの猛者。パイナップルが効かなかったですね。効かない相手が出てきたんで、一回じゃあ前ジャンプをしてからの、コンボを今日は覚えましょう。はい。コンボってでも今何か覚えたやつとかってありますか？タッチ中パンチ、しゃがみ、うん中キック、イーグルストライクはは教えてもらいました。できると。はい。なるほど。とりあえず地上ではい。じゃあパーツは分けて練習した方がやりやすいと思うんで、じゃあ一回中キックから、イーグルキックっていうのをはい。やってもらっていいですか？タッチですか？中キックはしゃがみか。あ、しゃがみではい。お願いし承ます。知しました。あ、できてる。そう。地上のこういうコンボはできてるんで、はいじゃあ次は前ジャンプをして、大パンチを当てた後に、中キック、イーグルキックっていうのも練習してみましょう。これですか？あ、そうです。合ってます。で大パンチして、あ、早っ早っ。ね、マジか本当に素養があるんで。これはできましたね。習ったコンボを出せるようになった音羽。次のステップはでさっき波動拳に対してはい。困ってたと思うんです困ってけど、ました。そうただこの波動拳に前ジャンプで相手の飛び道具を避けて、おお。で一回やってみますか。はい。じゃあ僕がこの垂直ジャンプから着地をしてはい波動拳を出すんで、はいそのタイミングに合わせて前ジャンプしてはい。大パンチっていうのをやってみます。うん。あ、そう。でコンボを決めると。これで、あ、早っ。でこれで今覚えた一連の動作がはい。波動拳に対してすごい有効ですし、ダメージもすごい高いコンボなんで、はい。対戦で勝ちやすくなるんじゃないのかなって思って今確かに教えてみました。波動拳出された時にガードすることしかちょっとできなかったので、そうですよね。確かにこうやって飛ぶのは、何やっていいか分かんないみたいな感じになっちゃうと思うんで、飛び道具とかに困ったら一つ前ジャンプをするっていうのを覚えたらよくなると思います。学びました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日も閉店のお時間となりました。ゲーム性もそうですし、うんキャラクターデザイン含め私すごい好きなお感じのゲームだったなっていう印象と、うんお二人すごい温厚そうな方たちだなって思ってたのにゲーム始まったらドゥルルルルってすごいボタンを叩き始めて、やっぱりゲーマーなんだなって思いました。迫力ありましたね、うんはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。今日はもうこんな楽しいね番組に呼んでいただいてありがとうございましありがとうた。ございます。今日の試合とか、トークとか見ていただいてヴァンパイアセーバー面白いなと思ってくださった方がいればぜひゲームセンターに、ちょっと足を運んでプレイしていただければ嬉しいなと思います。はい、楽しい時間を過ごさせていただきました。本当に貴重な体験でしたし、何よりヴァンパイアセーバーの面白さ魅力が伝わっていればすごい嬉しい限りです。はい、ありがとうございました。ということで、今夜の各駅喫茶ハメ順お客様は高橋選手と中西選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。次回はシリーズ最新作「ザ・キング・オブ・ファイターズ15」を特集。アボー選手と M ダッシュ選手がご来店。お楽しみに。